おはようございます。私は今熊本県天草市に来ております。めちゃくちゃ眺めがいい。そしてもうすぐそこに、魚がたくさん泳いでます。なんだろうこれ、めっちゃいる。いやー、素晴らしい朝だ。いやー、3日連続で素晴らしい天気です。朝からテンションが上がりますね。最高ですわ。そして私は今天草市にいるんですけれども、昨日一日でね天草弾丸観光しまして、本日は2泊3日の熊本一人旅最終日なので、熊本空港に戻りながら観光していかないといけないので、秘境スポットを見たり、道の駅を巡ったりって感じで、最後まで熊本県堪能していきたいと思います。そしてこの右手に見えるこの橋がめっちゃ綺麗。この赤い橋がね2つあって、その奥にも橋あるわ。3つ橋あるわ。そして本日最初のチェックポイントまでは61キロでございます。遠い。2日連続で朝一の第1チェックポイント60キロ超えということでね、初っ端から長距離運転にはなってしまいますが、途中になんか良さそうな場所とかあると思いますので、寄り道したりとか、良さそうなビュースポットがあればね、記念撮影しながら回っていきたいと思います。このチャンネルでは日本全国旅する様子を投稿しております。ぜひこの機会にチャンネル登録お願いします。九州旅行で3日連続でこんなに天気いいの久々かもしんないわ。やっぱ九州だともう晴れの日とか魚うまい時期って考えたら、やっぱ冬メインでいっぱい来るのがいいのかな。4月5月の雰囲気も好きなんですけど、やっぱ雨の確率高いんでね。そして、天草瀬戸大橋渡っていきます。両サイドの横の景色めちゃめちゃいいんですけど、固定カメラでしか撮影できないから、いやほんとカメラマン欲しいね。いやでもほんと独特な景色だね、この天草の雰囲気は。天草取れたて市場通過します。天草取れたて市場ね結構良かったんですよね。次天草来た時はここでいろいろ買って食べてみたいね。だからお刺身もあって、タイの刺身とかも美味しそうだったんですけど、鶏のたたきとか、あとなんだっけな、牛たたきあったかな。肉類もね結構あったんですよね。鶏とか魚が好きな人からしたらめちゃめちゃいいと思います。そして海沿いロード、この天草の美しい景色を目に焼き付けてから東京に帰ろう。渋滞気味ではあるけれどもって感じですかね。信号がないからそんなに詰まることはないのかな。これめっちゃ景色いいね。ビュースポットみたいな感じなのかな。今日は何を食べるか決めてないので、道の駅、ここの道の駅行こうかなっていうのはなんとなく決めてるんですけど、今日はぶらりドライブ旅っぽい一日になるのかなっていう。楽しみだけど道の駅に何が売ってるかとかを詳しくは調べてないんで、売ってなかった時の絶望感はあるかもしれないですけど、観光スポット今日2カ所、こことここはちょっと行ってみたいなって場所を見つけまして、人生で初めて行く場所なんですけど、その2カ所行って、であとは道の駅巡りながら景色の良さそうな道をドライブしていこうかなと思っております。そう、ここに浜焼きのお店あるわ。生しらす丼、ウニ丼、車エビ。ちなみに天草来たら、魚もうまいんですけど車エビもめっちゃうまいのでおすすめです。昨日はお昼お寿司食べて、で夜は海鮮系の居酒屋で食べたんですけど、マジでうまいっす。直近1年で食べたお店の中でもだいぶ上位というか、びっくりするくらいうまかったんだよな。すごい人気店だったから、そこがたまたまめちゃくちゃうまかった可能性もあるし、天草がどこで食べても大体うまい可能性もあるんですけど、昨日行ったお店はマジで美味しかったっすね。うまいだけじゃなくてね、なんか接客がいいんだよな。ちょうどいいんですよ、接客が。多分お客さんに合わせてちゃんと接客できるタイプのお店というか、あと芸能人のねサインとかもあったんで、名前ちゃんと見たら、なんかね、誰だったっけな、なんかお笑い芸人の方とタレントさんかな、サインがね1個2個じゃなくてなんか結構あったんで、テレビ取材とかもちょいちょい来てるんですかね。また客層もね良さそうでしたね。一人でもねゆっくり食べやすかったっすね。看板発見、道の駅有明 450m。 道の駅有明寄るのもありなんですけど、多分こっからね有料道路に入っちゃうから行けないのかな。行けないな。この次の道の駅に寄りますかね。まだ9時前だからね、多分やってない可能性もあるんでね。
おー、マジで景色いいわ。いや、天草もう一回来よう。私が個人的に九州にハマってるだけなのかもしれないんですけど、でも感覚的にちょっともう一回行きたいなとか、次はあそこに行ってみたいなって思える観光地ってやっぱ本当にいいとこなんだなと思いますよね。初めて旅行した時とか、YouTube 始める前とか、とりあえず旅行ってなったら新幹線で行ける場所とか定番スポットとか行くじゃないですか。ザ観光地みたいな場所行くじゃないですか。でもそういうとこってなんかあんまね、もう一回行きたいってなんないんだよな。なんか人混みで疲れたとか、なんか思ったよりしんどかったなみたいな、疲れが勝っちゃうんですよね、感動よりも。ここ 1,2 年の旅行スタイルだと、割とマニアックな場所行ってるんで、あんまり旅行しない人からするとこいつ楽しいんかって思う人もいるかもしれないですけど、これ意外とねハマるというか、なんか体とかの疲れよりも感動が上回るからまた来たいと思えるし、夜寝る時がなんかめっちゃ幸せなんですよね。なんかもう爆睡できるというかね、今日もいい一日だったわつって爆睡できるっていう幸福度が上がりましたね、人生の。そしてあれから何キロか進んで有料道路を通過しております。松島有料道路で、目的地まではあと38キロあります。もう少し進むと上天草に入って通り道に道の駅あると思うので、その辺ちょっと寄り道しますかね。料金所入ります。熊本三隅方面に行く感じですかね。トンネルを何個か経てからの次は橋をいくつか渡っていきます。この橋からの眺めもめちゃくちゃいいのでおすすめです。橋渡っていきます。この通りは天草パールラインっていうんですね。ここの橋の雰囲気もめちゃめちゃいいです。来たー。でもここあれだね、めっちゃ細いけど一応歩道もあるんで、どっかに止めてちょっと歩くとかもできるのかな。この辺にね車止められればいいんだけどね。でもここ止められるけど、でも結構歩くな。ぜひね足を運んでみてください。車でゆっくり走りながらちょっと見るぐらいが一番いいかもしれん。今通り過ぎちゃったんですけど、お弁当の飛来っていうのがあって、熊本全域にあるのかな、結構な店舗数あるんですよ。食べてみるのもありっすね。そういえばね買ったことないんだよな。だから1回だけ阿蘇泊まった時に見たことあるんですけど、遅い時間だったからあんまり売ってなくて、でこの時間帯だったら結構あるんじゃないかな。お弁当もあるしイートインもあんのかな、店内飲食もあった気がするんですよね。なんかうどんとかね、そういうのもあった気がするんですよ。お弁当の飛来最強説あるんですよね。旅行先で食べるっていうジャンルじゃないかもしれないですけど、大体国道沿いとか通ってればあると思うんで、後ほどねタイミングが合えば寄ってみようと思います。そしてちょうどですね、ちょっと今前に車があって見えないんですけど、信号左に入っていくと道の駅がありまして、そこもね確かお刺身とか売ってるかな。寄り道休憩がてらうまそうなものがあれば買って食べてみようと思います。上天草サンパール。でも魚って書いてあるから、魚海産物って書いてあるから刺身のパックとか売ってんじゃないかな。ということで早速見てきます。そう、ここに海産物って書いてあるから多分売ってるでしょう。刺身ゲットしました。めっちゃうまそう。めっちゃ広いね。だからレストランもあるんだ。すごい。こんな感じで建物がいくつかに分かれていて、様々なものが販売されております。でこっちが、物産館で、こっちにもいろいろ売ってそうですね。ここでは朝9時から10時半までの間、モーニングもやっているそうです。なんとすべて500円で和食、洋食、朝うどん、朝カレーがあります。ということでお刺身買ってきました。サンパール水産刺身3種盛り、これで650円。あとね、弁当とかもうまそうでしたね。エビフライとかお弁当とかあってめっちゃ種類あったっすね。ということでこんな感じです。うまそうだね。一旦ここでお刺身タイムにします。1個10円で醤油も売ってました。いい匂い。刺身醤油の香りがいいね。ということでいただきます。結構分厚い。やっぱうまいわ。なんか濃厚。マジうまい。昨日お寿司食べた時も思ったけど、やっぱ魚のね、なんか濃く感じんだよね。やっぱうまいわ。タイもうまいんですけど、
ブリかな、ハマチかブリか。これが一番うまいっすね。一箇所だけでお腹いっぱいにしたらなんかもったいないなと思うタイプの人は、刺身だけ買って何箇所かで食べるとかもいいと思います。もうすごいね。朝からめっちゃ混んでるわ。あっという間に完食。ごちそうさまです。ということで出発しました。この地図で見た時にこの海に突き出た半島っていうんですかね、割と端っこのエリアになるのであんまり人いないかなと思ったんですけど、結構な交通量ですね。なんだろうこれ、おしゃれセンター西川、ファッションセンター島村みたいな、この通りに結構お店があります。本日の第一チェックポイントまではあと22キロでございます。いやでもなんだかんださ、もう40キロも運転したんだね。そして橋渡ります。めっちゃ景色いい。いやこの辺はほんとね、ドライブにもってこいです。からの宇城市に入りました。人生初エリア。ここ初めて来たわ。あ、すごい、何あれ。でここが三角駅。記念撮影しとこう。よいしょ。ここ三角駅は天草三角線の終着駅だそうです。これは何なんだろうね。奥の方には独特な建物もあります。 Google マップで見ると海のピラミッドと書いてありました。そういえばこっち側来たことなかったっすね。こんな感じなんだね。でこれ右で三角港、結構栄えてますね。ナルシストフィットネスパワー。なんかある。これは恵比寿様、なんか七福神のね像がありましたね。おーすごい、この道も眺めいいね。ここは266号だそうです。そして目的地まではあと10キロでございます。めちゃくちゃ眺めのいい道に出ました。南側の海沿いを走ってるんですけど、こっちもこっちでねいい感じですね。前回の熊本旅行は南阿蘇と阿蘇と小国とで美里町と大和町とっていう感じで、海の方は全く行かずに観光したんですけど、来たら来たでやっぱ海沿いもいいなってなるな。山とかね、滝とか川とかね、ああいうとこも好きなんですけど、今年の後半とかはもう3泊4日で前半2日間は山、後半2日間は海みたいなスケジュールで観光するのも良さそうですね。フォトスポット&パーキングは今のところ見当たらないんですけど、シンプルにこの運転中の景色がいいって感じですかね。すごい、なんかみかんのお店があります。特に甘いみかんを売る店、試食は自由、全国発送。なんか三角みかんっていうのがなんか有名なんですかね。特産品なのかな、三角の。この辺の農家はもう全部みかんなのかな。でもこの辺り全部みかんっぽいね。そして道の駅白縫まで5キロでございます。本日の第一チェックポイントは道の駅白縫でございます。到着。道の駅白縫に到着しました。結構広いね。休憩にちょうどいいね。めちゃめちゃ広い。物産館となんか温泉センター。いやー、休憩と、ちょっとブラブラ見てこようかね。駐車場向かって右側には温泉センターもあります。結構広いですね。レストランと物産館とラウンジホールフロント中庭、なんかめっちゃ広くない？しかもサウナもついてるっていうね。気になるね。物産館には果物を中心にカットフルーツや惣菜でこんなものが売っておりました。さすがにお刺身は売ってなかったんですけど、お弁当とか惣菜はねいくつか売ってましたね。あとは果物が多かったっすね。だからめっちゃ安かったっすね。カットフルーツ、いちごとパイナップルとかが盛り付けられて、そこそこでかいパックで売ってたんですけど、値段見たら250円だったんですよね。次の目的地はこっから24キロ。知ってる人は知ってるスポットだと思うんですけど、私みたいな観光客はねあんま知らないんじゃないかね。なんかね Google マップで適当になんかないかなって探してたらたまたま見つけたというか、何これみたいな、フォトスポットっていうのかながありまして、それで記念撮影しに行きます。あれから何キロか進んで美しい田園風景が広がってる道に出ましたね。すごい、田んぼにさカモがめっちゃ歩いてなんか食ってるわ。虫食べてんのかな。
カモとかってあれだっけ、害虫とか食べてくれるんだっけ。子供の時になんか米農家のゲームでカモを操作して害虫を食べて米を育てるみたいななんか謎のゲームをやったことがあって、なんかふと思い出しましたね。確かカモはなんか害虫とか食べてくれるからいいみたいなだった気がする。いやこの辺もまた雰囲気が違うね。この街の同じ県でも街ごとに全然違うね、雰囲気が。この辺は県営八代運動公園とワンブロックがめちゃめちゃでかいです。トラックもでかい。本当にこんなところに観光スポットというかビュースポットがあるのかという話なんですけど、あるんですね。そしてそろそろ到着ですかね。でもこんなとこにあんのかな。なんか資材置き場というかさ、木がたくさんあります。あれ待って、今日やってない？嘘やん。本日は終了しましただって。うわー、ここまで来たのに今日木曜日ってやってなかったっけ。水曜定休で。うわマジか。なんかめっちゃ大量のくまモンがいるスポットがあって、それ見たかったんですよね。待って、泣けるわ。ここにくまモンがめっちゃいて、この奥に見えないわ。この奥にねもっといるんすよ、めっちゃ。それで記念撮影したかったんですけど、まさかのやってない。畜生。やってないとこあるんだ。まさかゲートが閉まるみたいなのあるんすね。今度また山の方に向かって、川沿いにある観光スポットがありますので、自然の景色に癒されに行こうと思います。お、待って、お弁当の飛来がある。ついに来た。ついに進行方向に発見しました。お弁当の飛来、揚げ物だけで種類が半端ないです。豚角煮や牛すじ煮込みもありました。お弁当の飛来良かったっすね。惣菜の種類が半端ないですね。揚げ物とかはね、そういうのメインだったのでコーヒーだけ買ってすぐ出てしまいましたが、だからエビマヨとか、中華っていうんですか、エビチリとか酢豚とかそういうのもあってうまそうでしたね。次の観光スポットの近くにも道の駅があるので、レストランで何か食べるっていうのもありですかね。よし、ガソリン満タンだぜ。非常に道は運転しやすいというか、思ったより空いてる。よいしょ。でこれ左入っちゃうと、左行くと高速道路入っちゃうんでちょっと危なかったね今で。このまま右ですね、3号を直進していきます。そしてラーメン屋発見。濃厚豚骨馬力屋、めっちゃ混んでない？うまそうだね。ラーメン屋さんからのお弁当の飛来、すごいね。なかなかの高頻度であるね。もう今日4店舗目じゃない？ 4 店舗目か5店舗目ですね、お弁当の飛来。そして、山の方に向かっております。国道443号で川の上流エリアに観光スポットがあります。でそのもうちょっと先に道の駅があります。先に観光してからの道の駅でご飯にしようかね。めっちゃいろんなマークある。温泉マークとお土産、トイレ、レストランのマークもあったわ。そしてちょっとね山の方入っただけでだいぶ雰囲気変わってきましたね。川沿いの景色も素晴らしい。でこれ左入っていくと、あれもなんかこの先通行止めなの？この先崖崩れのため通り抜けできません。じゃあ観光できないですかね。やばい、今日さちょっとやばいぞ。旅行の運気が下がってるぞ今日。多分入り口が何箇所かあるはずなんで、この先の道から行けばいいのかな。これ2箇所連続で行けないはちょっと泣ける。こっから行けんじゃないの？ここのキャンプ、車が出てきたってことは入れるってことだよね。でも崖崩れで通り抜けができないだけで観光スポットは別に行けんのかな。この先が無理なのかね。ここは多分行けるんですよ、第2駐車場。どこが通行止めになってんだろう。この先通り抜けできません以外の情報がないんですけど、どこが通れないんだろうね。普通に通れるし、ここに家もあるし、この先が通れないんだ。ってことはさっきの駐車場に止めないとダメなんですね。やばい、まさかのスーパーバックタイム。このまま第2駐車場までバックするとかやばい。この辺で切り返せるか。よいしょ。誰もいないね。ちょっと散歩しよう。ずーっと運転してさ、
下手したら100キロくらい運転してるんで、ちょっと散歩して体をほぐします。到着。ということで到着しました。龍神峡絶壁、なんかいろいろあるんですね。ここに看板があります。たてがみの岩、たてがみ峡、日の国橋、現在地がここで龍神橋。あ、これか。結構広いですね。キャンプ場があったりとかで、こっちは通行止めで行けなくて、多分日の国橋までは無理そうでしたね。川の反対側にも駐車場あるんだね。なんかここだけでもね、個人的な素晴らしい景色が広がってます。いやー、のどかですね。観光客は意外とゼロ。大通り沿いからすぐ来れる場所なんですけど、誰もいません。で、これが吊り橋かな、龍神橋、龍神峡で、ここから遊歩道に入っていけるのかな。ちょっと行ってみますかね。たてがみ峡で外国人男性川に流される。なんでこれが貼ってあるんだろう。泳ぐなってことですかね。飛び込み禁止。だから飛び込む人が多いのか。急に怖くなってきたぞ。なんか夏休みシーズンとか飛び込む人が多いのかね。すごい、ここなんか崖崩れみたいになっちゃったのかな。柵が設置されてます。熊本地震の影響で突然石が落下することがあります。しかも微妙に寒いっていうのがちょっと怖いね。ただ景色はめちゃくちゃいい。エメラルドグリーンです。意外と歩かない。しかもすぐ素晴らしい景色。第2駐車場って書いてあったからさ、第2だと遠いのかなと思ったんですけど、すぐですね。ほんと1分2分。音もめちゃくちゃ響きます。人が全然来ないからか、虫がめっちゃ寄ってくるわ。これさ、トンビの死骸なんか食われてたな。カラスに食われたのか。こっちまっすぐ行くとまたなんかあんのかね。全く人の気配がない。道は整備されててめちゃくちゃ歩きやすいんですけど、なんかね、なんとなく不気味な雰囲気があるんだよな。動物の死骸とか見ちゃうとさ、ちょっとおーってなるよね。で、これより先はなんか行けなさそうですね。土砂崩れの影響もありそうだったので、この辺で引き返しておきます。駐車場から 1,2 分で来れるので、ちょっとだけ歩きたいという方にもおすすめです。すごい、ここから見るとめちゃくちゃ綺麗。いい感じの場所でした。程よくね、サクッと観光できるというかね。もうちょっと奥はどうなんですかね。なんか崖崩れの影響があるって書いてあったんで、もうちょっと奥にも階段みたいなのあったんですけど、ここから700メートルで道の駅があるので、ご飯休憩にしましょう。で、駐車場までの道が、若干道細いので、対向車に注意って感じですかね。道の駅東洋、すごいね。公園と遊具もあるわ。さっきの渓谷誰もいなかったのに、ここめちゃめちゃ混んでるわ。想像以上に混んでおります。よいしょー、到着。これなんかマップがありますね。東洋地域案内マップ。今いるのがこの石橋公園の中の道の駅ってことなんかな。奥の建物にレストランと温泉もあるそうです。ということでレストランにやってきました。ここは生姜が名物だそうです。生姜焼き定食やチキン南蛮定食、ちゃんぽん、そば、うどんなど様々なメニューがあります。生姜の担々麺セットと生姜の餃子を注文します。金曜日の1時前ですが、空席がありすぐに座れました。テーブル席も広くて一人でものんびりゆっくり食べられます。そして注文の品が到着。担々麺セット1300円でございます。生姜の担々麺の他に唐揚げとおにぎりもついております。なかなかのボリューム。からの生姜餃子もやってきました。担々麺も餃子も生姜尽くしでね、一体どんな味がするのか楽しみです。まずは担々麺のスープからいただきます。スープはシンプルな担々麺って感じでね、結構美味しかったですね。あとは生姜風味ってよりかは結構ね、がっつり生姜の味がするというか、これはこれでなんかね、新しくて美味しかったですね。続いて生姜餃子をいただきます。個人的にはぶっちぎりでこっちが美味しかったです。この餃子のね、食感とお肉の感じとなんていうんですかね、この生姜との相性がね、めちゃくちゃ良かったです。からの唐揚げ。これもこれでシンプルに美味しかったんですけど、やっぱちょっとね、多かったっすね。なんだかんだ全部美味しかったんでね、完食はできたんですけど、単品の担々麺と餃子だけでも良かったっすね。ということで、食後の運動、
道の駅のすぐ裏はこんな感じで川が流れております。この橋の雰囲気めちゃめちゃいいね。ちょっと食後の散歩してから次の場所に向かいます。いやほんとすごい、この雲とさ山と川と絵に描いたような景色だ。これって桜なんかな。春とか良さそう。これが全部桜で満開って考えたらすごそうだね。そしてこのまま山沿いでですね、443号沿いに抜けていって、道の駅2カ所と、観光スポット回って空港方面に北上していくルートにしております。そして道の駅秘境の里泉9キロ、443号ずっとまっすぐ行くだけで次の道の駅が見えてきます。そして到着、道の駅秘境の里泉。すごい、こっちかな。レストランや特産品ショップがありました。毎週水曜日は定休日だそうです。そしてレストランのメニューはこんな感じで結構美味しそうでしたね。さすがに食べたばかりだったんでね、入る勇気はなかったんですけど、気になるメニューがたくさんありました。ここには謎の螺旋階段があります。なんか展望台とかあんのかなと思ったら普通に立ち入り禁止でした。ということで出発。滞在時間 2,3 分でしたけど、そしてこのままずっとこの道まっすぐ行くとまた大きい道路にぶつかるんですけど、そこにまた道の駅あるので443号進んでいきます。こうやってなんか道の駅でちょいちょい休憩しながらドライブ旅するのも結構おもろいですね。道の駅白縫も隣に温泉があってサウナがついてて、でさっきのところも温泉があって、で今から行く次の場所も温泉があるんで、もう結構いいっすよね。1日たっぷり時間があって、特にスケジュール決めてない人は、温泉と道の駅をはしごするみたいな1日もいいかもしれないですね。なんだろうな、あれなんか開発してんのかな、工事現場っていうか、なんだろう、あそこの崖だけさ色がすごい。ということでやってきました道の駅三郷。こんなさ中に入ってったところにあるんですね。宿泊棟とかもあるんだね。ワクワク館とか書いてあるんで、ここがあれですかね、物産館とかかな。すごいめっちゃ広いね。ということで道の駅三郷プラットを見てきます。こちらの道の駅にも大浴場や家族風呂があり、レストランや物産館もあります。熊の恵みという飲むヨーグルトをゲッチュしました。砂糖不使用。次は観光スポットに向かいます。でこの左にある森のパン屋、懐かしい。前回行ったなこのパン屋さん。9ヶ月だとすごく懐かしく感じるね。からのせっかく天気がいいのでちょっと一目見ておきたいなという絶景スポットがありますので、そちらに向かいます。そしたらまたこの道の駅側に戻ってきて、今通り過ぎちゃったんですけど、今のパン屋さんの近くにもなんかビュースポットっていうんですかね、観光スポットがありまして、そこもねすごい神秘的な雰囲気だったので後ほど向かいます。そして目的地に到着しました。ということで霊台峡にやってきました。前回の熊本旅行でも来たんですけどね、また同じ場所来るのあれかなと思ったんですけど、やっぱりなんか見ておきたいなということでやってきました。ここ霊台峡は明治までに、完成した石造単一アーチ橋として日本一の大きさを誇っているそうですと。しかもすごいのが、1847年に、約7ヶ月間というね短期間でできたっていうのがすごいですよね。しかも割と最近まで普通に車も通っていたらしいです。ということで見てみましょう。看板発見、霊台橋。すごい。いや相変わらず神秘的な雰囲気です。前回は5月だったんで、また雰囲気が違うような気もしなくはない。でも川の色はなんかちょっと変わった気がするな。やっぱ何回見ても綺麗だ。来た、霊台橋来た。でも多分ここの階段からこれ多分遊歩道に行けるんですね。この辺散歩してみようかな。この下はね降りたことないんですよ。そして橋を渡った先にも霊台橋の文字があります。個人的にはこの角度が一番なんか記念撮影的に良かったっすね。すご
いね。この横から見た方がいいですね。下降りてみようかな、せっかくだから。すごい。しかもこれ意外と揺れるのがめっちゃ怖いな。この道ね、交通量が多いんでね、橋がなかなか揺れるんですよね。次は下に降りて橋を眺めてみます。おお、こっち歩くのは初めてですね。割とさって降りてこれます。この下から見る橋もすごいわ。これなんか一応道はここで終わっちゃってんね。なんか道が終了してるぞここで。あれで、立ち入り禁止とかは特には書いてないですね。でこの階段から降りていけます。よいしょ。すごい。前回来た時もさ、下に降りればよかったわ。椅子とかもあるんだね。いいですね。見てください、この素晴らしい景色。いや、橋のね、上からの眺めも良かったですけど、この下からのね、眺めもめちゃくちゃ良かったです。記念撮影にもおすすめです。いやー、素晴らしい景色です。いやー、今年も来れて良かったです。この下に降りてちょっと離れた場所から見るといい感じです。なんか足跡があるんだよね。犬かな、犬の散歩の足跡なのかイノシシなのか、なんかここにもあるんだよね。そして次の観光スポットの近くまでやってきました。あと500メートルだそうですが、どこに止めればいいのかちょっとね、パッと見わかんないんだよね。駐車場はここっぽいんですよね。ここが駐車場っぽいね。3台分しかない。よいしょい。来ました。駐車場があっちで、この橋渡って歩いてこっち来たんですけど、多分ここにも車止めるスペースありましたね。めっちゃ歩いてきた。でこの先に神秘的な橋があるそうです。なんこれ、何この石、すごいバランスでキープされてるってこと。これ何なんだろう。わー、なんか動物いそうで怖え。この自撮り棒で戦うしかないか。あれ、おや、なるほど、立ち入り禁止ではないんだ。鹿、イノシシの侵入防止策です。出入りは自由ですが必ず閉めてください。なるほどなるほど。これでさ、中にいたらめちゃめちゃ怖いよね。よいしょ。ここを下っていく感じですかね。いいね。秘境感あふれるね。神秘的。こういう景色を待ってたぜ。すごくないこれ。なんかね、江戸時代に建てられたんだっけ。かなり昔のものだそうですね。めちゃくちゃ神秘的。この木もそうなんですけど、この木の枝もすごいし、この橋のあんなさ、大通りのさ、すぐ隣にこんな場所があったとは。まさにこんなところあったんだ。で立ち入り禁止ではなくて、この木は、登らないでください。すごいね。急にタイムスリップしたみたいな雰囲気ある。馬門橋じゃない、全然違う。マカド橋。一文字も合ってなかった。全部違うやないかい。一文字も合ってないっていう。めちゃくちゃ訓読みだったね。1827年に架橋されたもので、ここから見る川の景色もいいですね。さっき走ってたさ、道の下にこんな場所があったなんて調べないとなかなか分かんないもんですね。この木もなんかすごくない？この木の雰囲気というか、タイムスリップしたかのような雰囲気です。でこっちには滝もあります。すごい、めちゃくちゃ神秘的。こっちにも川があって、滝があって、でこっちにも川があって、すごい独特。いやー、今回も神秘的なスポットを発見できてよかったです。ということで、マカド橋でした。まさかこの先にあんな神秘的な場所があるとはね。江戸時代の幹線道路に架けられた上下で石の組み方が異なる珍しい橋だそうですね。
下層部がランダムな石組みで、上層部は横一列に並べた石が積まれていると。車一切通るべからず。2泊3日の熊本一人旅もあっという間に終盤となってしまいました。いやーよかった。最後に神秘的な場所何か所か行けてよかったっすね。思ったより神秘的だったね。橋の雰囲気もすごいんですけど、苔が広がってるのと木の枝がぶら下がってる雰囲気っていうんですかね、自然と文明の融合作品みたいな、いやいい感じだったね。ここから空港だと30キロで、1時間くらいですね。国道443号をまっすぐと進んでおります。前にはバスの教習車が走っており、かなりのんびりドライブになっております。左手には川、右手には田園風景、熊本の素晴らしい風景が広がっております。非常に眠くなるわ、この微妙な速度。ずっと40キロ50キロいかないくらいで。そしてここにですね、ワンピースのキャラクターの像があるらしいので、記念撮影してきます。来たブルック。いや子供に占領されてしまったわブルック。全然これしばらくどいてくんなそうやね。と思ったらすぐにどいてくれました。ありがとう。そしてワンピースキャラクターのブルックの像で記念撮影します。そしてなんだかんだもう空港付近まで戻ってきました。ガソリンスタンドでガソリン入れてレンタカー返却して熊本空港に戻ります。熊本空港もね結構広いんで、飲食店とかお土産屋さんとかねいっぱいあるので散策してみようと思います。帰ってきました。熊本空港、ただいま。こんな感じで熊本空港は荷物検査終わった後のスペースがめっちゃ広くて、お土産屋さんとかね飲食店とかもありますんでね、のんびりベラベラ歩いて気になるものがあったら食べてみます。売っていたのでちょうどいいいきなり団子となんだっけこれ買いました。煮しめまんじゅうの中身はこんな感じ。逃げまんとはまた違った食感と風味でなかなか美味しかったです。小腹が空いた時にもおすすめです。からのいきなり団子も美味しかったです。ちょっとだけ甘いもの食べたいななんて時にね、めちゃくちゃピンポイントなサイズ感です。そして今回お土産で買ったのはこちら。からの羽田行きの飛行機が遅延。そして無事羽田空港に到着。ご視聴ありがとうございます。北海道から沖縄まで日本全国を旅行中。チャンネル登録、高評価お願いします。